り解説。1964年のテレビ番組ベスト10、懐かしの名作を振り返る。1964年って、どんなテレビ番組が放送されてたのか、気にならない？ああ、いい質問だぜ。1964年は日本や世界のテレビ界にとって、まさに新たな時代の始まりって感じだったんだ。そうなんだ。じゃあ、1964年に放送された番組って、どんなものがあったの？その年、たくさんの名作が登場したんだぜ。アメリカからは SF 番組やアニメが、そして日本では子供向けの冒険ドラマや、バラエティ番組が大ヒットしたんだ。子供向けの冒険ドラマって、どんな番組があったの？例えば、少年忍者風の藤丸とか、あとは忍者舞台月光なんかが人気だったな。忍者や冒険がテーマで、今でも懐かしく感じる番組だよ。それは面白そう。それで、今日は1964年に放送されたテレビ番組をランキング形式で紹介するんだね。その通り、今回は1964年のテレビ番組ベスト10を、10位から順番に見ていこうぜ。楽しみだね。どんな番組がランクインしてるのか、今からワクワクしてきた。第10位、アウター、リミッツ。1964年2月から1964年9月。ねえマリサ、アウターリミッツって聞いたことある？どんな番組だったの？いい質問だぜ。アウターリミッツはアメリカの SF アンソロジー番組で、1964年の2月から9月まで放送されてたんだ。SF アンソロジーって言うと、どういう内容なの？簡単に言えば、毎回違う物語が展開される形式の SF ドラマだな。トワイライトゾーンみたいな感じで、科学的なテーマに哲学や社会問題を織り交ぜてたんだぜ。そんな深いテーマがあるんだね。どんなエピソードが人気だったの？例えば、ザ・アーキテクツ・オブ・フィアーっていうエピソードが有名だぜ。人類が団結するために、わざと宇宙人の脅威を作り出そうとする話なんだ。このテーマは後の映画や小説にも影響を与えたって言われてる。それは興味深いね。どうしてそんなに人気があったの？映像表現のクオリティがすごかったからだな。特撮やクリーチャーデザインは当時のテレビ界では画期的だったぜ。それに、ただのエンタメじゃなくて、未来の技術や人間の倫理を考えさせる要素が視聴者を引きつけたんだ。なるほど。それで1964年当時はどんな反響があったの？当時は画期的な番組だって評判だったけど、内容が難解だって声もあったな。でも、後の世代にはカルト的な人気を得て、SF 好きなら一度は見るべき名作って言われる存在になったんだ。そうなんだ。そんなに影響力のある番組だったなんて知らなかったよ。そうだろ？それに、この番組が後の SF 作品に与えた影響を考えると、ランキングに入れる価値があるぜ。第9位、少年忍者、風の藤丸。1964年6月から1965年8月。マリサ、少年忍者風の藤丸って聞いたことある？なんだか昔のアニメっぽい名前だね。その通りだぜ。少年忍者風の藤丸は日本初のカラーアニメシリーズの一つで、1964年6月から1965年8月まで放送されてたんだ。忍者をテーマにした冒険活劇で、当時の子供たちに大人気だったぜ。忍者アニメってことは、主人公は藤丸って名前の忍者なの？そうだぜ。藤丸は若い忍者で、修行しながら様々な困難に立ち向かうんだ。敵の忍者や悪党と戦ったり、仲間と協力して任務を遂行したりする。忍術やアクションシーンが魅力的で、手に汗握る展開が多かったんだよ。それは面白そう。でも、当時のアニメ技術でどうやってそんな冒険を表現してたの？このアニメのすごいところは、カラー放送だったって点だな。背景やキャラクターのデザインが美しく、忍術のシーンなんかは色彩を活かした演出が光ってたぜ。それに、アニメーション技術が進化してきた時期だから、当時の最先端の技術が詰まってたんだ。そうなんだ。視覚的にも楽しめる工夫がされてたんだね。物語的にはどんなテーマがあったの？主に友情や努力、正義感がテーマだったな。藤丸は忍者としての誇りを持ちながら、
どんな困難にも立ち向かう姿勢が書かれてた。子供たちにとってはヒーローそのものだったぜ。まさに時代を象徴するアニメだったんだね。視聴者の反応はどうだったの？大ヒットした番組だったぜ。特に忍術の描写やアクションの迫力が評価されて、続編や関連商品も多く作られたんだ。1960年代のアニメ文化の発展を象徴する作品と言えるな。すごい人気だったんだね。こういうアニメが日本のアニメ文化の礎になったんだろうね。その通りだぜ。少年忍者風の藤丸がランキング入りするのも納得だな。第8位、原子力潜水艦シーリュウ号、1964年9月から1968年3月。ねえマリサ、原子力潜水艦シーリュウ号って知ってる？タイトルだけでもなんだか壮大な感じだね。いいところに目をつけたぜ。原子力潜水艦シーリュウ号は、1964年9月から1968年3月まで放送されたアメリカの SF ドラマなんだ。日本でも当時の海外ドラマブームの中で人気を集めたんだぜ。原子力潜水艦ってことは、海洋を舞台にした冒険もの？そうだぜ。この番組の舞台は近未来で、シーリュウ号っていう原子力潜水艦が主人公たちの活躍の場だ。深海探査や異常気象の調査だけじゃなく、海の怪物や未知の脅威と戦ったりするんだ。それって SF ファンにはたまらない設定だね。どんなキャラクターが登場するの？主人公はネルソン提督とクレイン艦長の二人だな。ネルソン提督は科学者としての知識とリーダーシップでクルーを導き、クレイン艦長は冷静な判断力で任務を遂行するんだ。それぞれのキャラクターの掛け合いも見どころだったぜ。キャラクター同士の関係も面白そうだね。でも、映像技術は当時のドラマだとどうだったの？それが驚きなんだ。このドラマでは、潜水艦内部のセットや特殊効果がとてもリアルに作られてて、視聴者を深海の冒険に引き込んだんだ。特撮技術も使われていて、海の怪物なんかも見応えがあったんだぜ。すごいね。当時としてはかなりのクオリティだったんだね。視聴者の反応はどうだったの？当時の視聴者からは SF とアクションが融合した、新しいスタイルとして大好評だったよ。特に子供たちや SF ファンの間で人気があって、その後もカルト的な支持を集めてる作品だな。なるほど。深海の冒険と科学的なテーマが魅力的だったんだね。そういう番組がランキングに入るのも納得だね。その通りだぜ。原子力潜水艦シーリュウ号は、SF の可能性を広げた名作なんだ。第7位、トムとジェリー、1964年5月から1966年9月。マリサ、トムとジェリーって聞いたことあるよね？あの猫とネズミがドタバタするアニメだよね？もちろんだぜ。トムとジェリーは今でも人気だけど、実は1964年から1966年の間にも放送されてたんだ。アメリカで生まれた作品だけど、日本でも大ヒットして、みんなが笑える名作だったぜ。へえ、そんな昔からやってたんだね。どんなところが人気の秘訣だったの？やっぱり、トムとジェリーの絶妙な追いかけっこが魅力だな。トムの必死な努力と、ジェリーの知恵や俊敏さが笑いを生むんだ。それにセリフがほとんどないから、言葉の壁を越えて楽しめるってのも大きかったぜ。セリフがないっていうのは意外だね。それでも伝わるって、すごい表現力だよね。そうなんだ。キャラクターの表情や動きが細かく書かれてて、音楽もコミカルな雰囲気を盛り上げてたんだ。特にジェリーがトムを出し抜く場面は、いつ見ても笑っちゃうぜ。確かに、トムが罠にはまっちゃうシーンとかは鉄板だよね。他に特徴的なエピソードってあるの？例えば、トムがピアニストになってジェリーと共演する話とか、どこかほのぼのしててユーモアたっぷりだ。それから、二人が協力する珍しい回もあって、それが逆に新鮮だったりするんだよ。そんなエピソードもあるんだ。子供たちだけじゃなく、大人も楽しめそうだね。その通り、シンプルだけど奥が深いっていうのが、この作品の魅力だぜ。それに、この時期の放送はカラフルな映像が導入されてて、視覚的にもインパクトがあったんだ。なるほど。いろんな世代に愛される理由が分かった気がするよ。だろ？
この時期のトムとジェリーがランキング入りするのは、納得の結果だぜ。第6位、ビッグ X。1964年8月から1965年9月。マリサ、ビッグ X ってタイトルだけでもなんだかヒーローっぽいけど、どんな作品なの？ビッグ X は1964年8月から1965年9月まで放送されてた SF 冒険アニメだぜ。実はこれ、手塚治虫先生の原作なんだ。戦争と平和、科学の使い方をテーマにしてて、当時としてはかなり先進的な内容だったんだよ。手塚治虫先生の作品だったの？どんなストーリーなの？舞台は第二次世界大戦中に作られた特殊な薬、ビッグ X が軸になってるんだ。この薬を使うと体が巨大化して、圧倒的な力を得られる。でもその力をめぐって悪の組織と戦うのが主人公アキラの使命なんだ。力を手に入れるって話だけど、それって正義のために使うの？その通りだぜ。アキラは祖父から薬の秘密を受け継いで、世界平和のために悪と戦うんだ。だけど、薬の力には危険もあって、むやみに使うと取り返しのつかないことになる。それを書いてるのも、この作品の深いところだな。単なる冒険者じゃなくて、科学の怖さとか責任も書かれてるんだね。そうなんだ。手塚先生らしいテーマだろ？それに、当時のアニメとしては珍しく、国際的な視点で物語が展開されるんだ。アキラが世界各地で冒険するのも、この作品の魅力だぜ。海外を舞台にするって、スケールが大きいね。でも映像技術とかはどうだったの？手塚プロダクションが関わってるだけあって、アクションシーンやキャラクターの動きがしっかりしてたぜ。特にアキラが巨大化して戦うシーンは迫力満点だったな。そういう見応えのある演出が人気の理由なんだね。視聴者の反応はどうだったの？当時の子供たちからは大人気だったよ。冒険心をかき立てられるストーリーと、ヒーロー的なアキラの活躍が受けたんだ。手塚治虫作品としても重要な位置づけの作品だぜ。すごいね。ビッグ X が子供たちのヒーローだったんだね。そういうことだな。この作品がランキング入りするのも納得だぜ。第5位、木下圭介アワー。1964年10月から1974年9月。マリサ、木下圭介アワーって名前は聞いたことあるけど、どんな番組だったの？木下圭介アワーは日本のドラマ史に残る名作シリーズだぜ。1964年10月から1974年9月まで放送されてた。木下圭介監督の作品を中心にしたドラマ枠なんだ。10年間も続いてたんだね。それだけ長く続くって、相当人気があったんじゃない？その通り。木下圭介アワーは家族や人間関係をテーマにした作品が多くて、視聴者の心に響く名作揃いだったんだ。時代の移り変わりとともに、日本人の感情や生活を書き続けてたのが人気の秘訣だぜ。具体的にはどんなドラマが放送されてたの？例えば、二人の世界や親父太鼓なんかが代表作だな。それぞれ、家族の絆や恋愛、夢を追う若者の姿が書かれてて、多くの人が共感したんだ。泣けるシーンも多くて、涙なしには見られないって言われてたんだよ。家族や感動がテーマって、幅広い世代が楽しめそうだね。演技や脚本はどうだったの？木下圭介監督のこだわりが詰まってて、脚本や演技が丁寧に作り込まれてたんだ。特に、俳優たちのリアルな演技が視聴者に強く響いたんだぜ。日常の些細な出来事にもドラマがあって、それを見事に書いてたんだ。そういうリアルな描写って、見てる人の心に残るよね。視聴者の反応はどうだったの？視聴率も高かったし、毎回の放送が話題になるくらい人気だったんだ。それに、家族全員で楽しめるってところも評価されてたんだぜ。放送が終わっても長く語り継がれる作品になったんだよ。なるほど。家族で見られる温かいドラマだったんだね。そうだな。木下圭介アワーは、日本のドラマの原点とも言える作品群で、ランキングに入るのも納得だぜ。第4位、忍者舞台月光。1964年1月から1966年10月。マリサ、
忍者部隊月光ってタイトルだけでめちゃくちゃかっこいいけど、どんな作品なの？忍者部隊月光は、1964年1月から1966年10月まで放送されてた特撮アクションドラマだぜ。戦後の日本で、忍者をテーマにした特撮ものとして子供たちに大人気だったんだ。忍者がテーマって、やっぱりアクション満載のドラマなの？その通りだぜ。忍者部隊月光は、悪の組織や敵スパイと戦う特殊部隊なんだ。それぞれが特殊な忍術や武器を駆使して戦うシーンが見どころで、当時の子供たちは夢中になって見てたんだよ。忍術や武器って、具体的にはどんなものが出てきたの？手裏剣や煙幕、縄術なんかが頻繁に使われてたぜ。それに、主人公月光隊長は驚異的な身体能力と知恵を駆使して敵を倒すんだ。敵の罠をかわしながらの戦いはハラハラさせられる展開ばかりだったな。特撮って聞くと、映像的な工夫もすごかったんじゃない？そうだな。忍術を再現するための特殊効果やアクションの演出が見事だったぜ。特にスローモーションや音響効果が、戦闘シーンに迫力を与えてたんだ。それが子供たちをさらに引き込んだ理由だな。なるほど。演出も含めて完成度が高い作品だったんだね。ストーリー的にはどんなテーマがあったの？主に正義と悪の戦いを書きつつ、仲間との信頼やチームワークが重要なテーマだったぜ。忍者部隊が協力してミッションを達成する姿が書かれてて、子供たちに勇気や友情の大切さを教えてくれたんだ。それは子供たちにとって憧れるヒーローだね。視聴者の反応はどうだったの？放送当時は社会現象になるほどの人気だったよ。子供たちの間では忍者ごっこが大流行したし、関連商品もたくさん作られたんだ。それくらい強い影響力を持った作品だったんだぜ。そんなに影響力があった作品なら、ランキング入りも納得だね。そうだな。忍者部隊月光は、日本の特撮ドラマの歴史を語る上で欠かせない作品だぜ。第3位、逃亡者。1964年5月から1967年9月。マリサ、逃亡者って聞いたことあるけど、どんなドラマだったの？逃亡者はアメリカのドラマで、1964年5月から1967年9月まで放送されてた名作だぜ。日本でも大ヒットして、刑事ドラマの金字塔って言われてるんだ。主人公のリチャード・キンブルが、冤罪を晴らすために逃亡する物語だ。冤罪を晴らすために逃げ続けるなんて、すごく緊迫感のあるストーリーだね。まさにその通り、リチャードは妻殺しの罪で死刑判決を受けたけど、彼は無実なんだ。脱走した彼は、真犯人の片腕の男を追いながら、警察から逃げ続けるんだぜ。毎回、違う街で身分を隠して生き延びる姿が書かれてるんだ。なるほど。毎回違う場所で新しいドラマが展開されるんだね。それってどうやって視聴者を引きつけてたの？一つは緊張感のある展開だな。リチャードが警察に追い詰められたり、街の人々との交流で信頼を得たり失ったりするシーンが多くて、視聴者はハラハラしながら見てたんだ。それに、彼が助けた人々が彼の無実を信じる場面も感動的だったぜ。それって、ただ逃げるだけじゃなくて、人間ドラマとしても面白いんだね。そうなんだ。リチャードの誠実さや正義感が、周りの人を動かしていくんだ。彼が逃亡先で新しい友人や味方を見つける様子もこのドラマの魅力の一つだぜ。映像的にはどんな工夫がされてたの？ロケ地が多様で、田舎町や大都市、さらには自然の中でのシーンもあったんだ。それがストーリーの幅を広げてたし、視覚的にも飽きない作りになってた。あと、緊迫感を演出する音楽も素晴らしかったぜ。そういう細かいところまで作り込まれてると、見る人を引き込むよね。視聴者の反応はどうだったの？当時は世界中で大ヒットして、最終回は特に話題になったんだ。リチャードが真犯人を追い詰める結末に、視聴者は釘付けだったぜ。日本でも、視聴率が高くて熱狂的なファンが多かったんだよ。なるほど。ドラマの金字塔って呼ばれる理由がわかったよ。だろ？逃亡者は、今でも語り継がれる名作中の名作なんだぜ。第2位、新春スター隠し芸大会。
1964年1月から2010年1月。マリサ、新春スター隠し芸大会って名前からしてお正月らしいけど、どんな番組だったの？これはお正月の風物詩みたいな番組だったぜ。1964年1月から2010年1月まで放送されてた長寿番組で、芸能人たちが普段の仕事とは違う特技や、パフォーマンスを披露するっていう内容なんだ。芸能人たちが特技を披露するって、どんなことをしてたの？例えばダンスや歌だけじゃなくて、マジック、アクロバット、演劇風のパフォーマンスなんかもあったぜ。普段は見られない彼らの意外な才能や、一生懸命練習してきた姿が見られるのが魅力だったんだよ。普段見られない一面が見られるなんて、ファンにはたまらないね。どうしてお正月に放送されてたの？それは、お正月の特別感を演出するためだぜ。家族みんなで集まってテレビを見る時期だから、幅広い世代が楽しめる番組として企画されたんだ。派手な演出や華やかなステージも、お正月らしさを盛り上げてたんだよ。確かに、お正月らしい豪華な感じがするね。どんな芸能人が出てたの？トップスターや人気タレントが総出演してたぜ。俳優、歌手、コメディアン、スポーツ選手まで、多彩な顔ぶれだったんだ。彼らが普段とは違う姿を見せるのも、この番組の見どころだったな。それって視聴者にとっては新鮮だよね。ステージ演出とかも凝ってたの？もちろんだぜ。豪華な衣装やセットが使われてて、パフォーマンスもまるでプロのショーみたいに本格的だったんだ。それに、練習の裏話や舞台裏の映像も放送されて、芸能人たちの努力が伝わってきたんだよ。そんな工夫がされてたら、家族みんなで楽しめるのも納得だね。視聴者の反応はどうだったの？毎年の恒例行事として、多くの人に愛されてたんだ。視聴率も高くて、新春スター隠し芸大会を見ないと新年が始まらない。って言われるくらいの存在感だったぜ。お正月を象徴する番組だったんだね。ランキングに入るのも納得だよ。その通りだぜ。新春スター隠し芸大会は、お正月の思い出を彩った名作だな。第1位、ひょっこりひょうたん島。1964年4月から1969年4月。マリサ、ひょっこりひょうたん島って名前からして楽しそうだけど、どんな番組だったの？ひょっこりひょうたん島は日本を代表する人形劇の名作だぜ。1964年4月から1969年4月まで放送されてて、子供から大人まで幅広い世代に愛されたんだ。ひょうたん型の島が舞台で、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる冒険物語だな。人形劇って言うと、どんなキャラクターが出てくるの？主人公の虎ひげ船長を中心に、チャッピ、サンデー先生、ドンガバチョなんかが登場するんだ。みんなユニークで、性格や役割がしっかりしてるから、子供たちにとっては友達みたいな存在だったんだぜ。そのキャラクターたちがどんな冒険をするのか気になる。ひょうたん島は海を漂いながら世界各地を旅するんだ。海賊や怪物と戦ったり、不思議な土地で事件に巻き込まれたり、毎回ワクワクする展開が待ってたぜ。それに、ただの冒険だけじゃなくて、社会風刺や哲学的なテーマも隠れてるんだ。そんな深いテーマがあるなんて、大人も楽しめそうだね。どんなところが特に人気だったの？まずは歌だな。テーマ曲、ひょっこりひょうたん島は一度聴いたら忘れられない名曲だ。それに、キャラクター同士の掛け合いや、人形の動きの可愛さも魅力だったんだ。子供たちはもちろん、大人も一緒に楽しめる工夫が満載だったんだよ。歌やキャラクターが人気っていうのは、視聴者を引き込む大きなポイントだよね。そうなんだ。それに、放送当時は人形劇の技術も進化してたから、リアルな表現や臨場感があったんだ。シンプルなセットの中で広がる冒険の世界に、誰もが夢中になったぜ。そんなに魅力的な番組なら、毎週見るのが楽しみだっただろうね。視聴者の反応はどうだったの？子供たちだけじゃなく、大人たちからも支持されてたよ。親子で楽しめる番組として、家族の団らんの時間を作る役割も果たしてたんだ。今でもリメイクや復刻版が出るほど、根強いファンが多い名作だな。なるほど。
時代を超えて愛される理由がわかるよ。そうだろ？ひょっこりひょうたん島がランキング1くらいなのは、納得の結果だぜ。総評またはまとめ。いやー、今回のランキング、どの番組も面白そうだったね。1964年って、テレビ文化が大きく進化してた時代だったんだね。その通りだぜ。カラー放送の普及や、特撮、アニメ、人形劇といったジャンルの幅広さが、視聴者をワクワクさせてた時代だな。特に、子供から大人まで楽しめる番組が多かったのが特徴だぜ。それに、どの番組も単にエンターテインメントってだけじゃなくて、メッセージ性やテーマがしっかりしてたよね。そうだな。ひょっこりひょうたん島の冒険や、逃亡者の緊迫感、そして新春スター隠し芸大会の華やかさなんか、どれも個性が際立ってた。視聴者に考えさせたり、感動させたりする力があるんだよ。こういう番組があったから、今のテレビ文化があるって感じだね。ああ、1964年の番組たちは、まさに日本のテレビ史を支えた礎と言える存在だぜ。時代を超えて今も語り継がれる作品が多いのも、その証拠だな。そう考えると、このランキングはただの懐かしい番組特集じゃなくて、文化的な価値が詰まってるんだね。その通りだぜ。またどこかでこういう名作をじっくり見直してみるのもいいかもしれないな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。